こんにちは、みすずです。今日はごまとれんこんの鶏ハンバーグをご紹介します。パン粉不使用、鶏もも肉を刻んですりおろしたれんこんと黒ごまを加えるもっちりむっちりプチプチとしたれんこんハンバーグです。材料はこちら。タレを甘辛くしたい方はお砂糖もしくはみりん大さじ1杯ほど加えてください。また今回は鶏もも肉を刻んで使うのでお肉の食感がしっかりする感じのハンバーグになりますが、お好みで市販のひき肉、鶏ひき肉を使ってもらってもいいですよ。ひき肉を使うとよりふんわり柔らかな仕上がりになります。では作り方です。まずはれんこんを切りましょう。れんこんは 300g のものを使用してます。目安として鶏肉の半分ぐらいの量のれんこんを使用します。皮を剥いてもらって飾り用にまず6枚スライスしましょう。これは出来上がりのハンバーグの個数によって枚数調節してあげてください。今回は6個作りたいので6枚にしています。お水にさらしてしばらく置きます。これを茹でましょう。熱湯に入れてもらってさっと茹でて取り出します。水気を切って冷ましておいてください。残ったれんこんはすりおろして加えます。れんこんハンバーグは刻んだれんこんのシャキシャキ食感を楽しむ場合もありますが、今回はパン粉不使用なのでこのすりおろしたれんこんがつなぎの代わりになります。なので全部すりおろして加えます。また水分が多いので絞って使用していきます。ざるに厚手のペーパーを敷いて中にれんこんを加えてください。残りも同様にすりおろします。このまましばらく置いておきます。玉ねぎを切りましょう。玉ねぎは1/2個 80g 使用しています。芯を取ってみじん切りにします。こちらを炒めておきましょう。フライパンに油を熱して中火で玉ねぎを炒めます。ほんのり茶色くなる程度まで炒めてあげてください。こんな感じですね。取り出して冷ましておきましょう。鶏もも肉に塩を振ります。もも肉全体にちょっと多めに塩を振ってよく揉み込んでおいてください。これは前日に塩したものになるのでペーパーがかなりビタビタに濡れてます。塩を振るとお水が出てくるので厚手のペーパーに包んでおくと身がキュッと締まりますよ。皮を外して身を刻んで使用します。ひき肉を使う場合はこの工程省いて次に行ってください。皮は切りにくいので今回は使用しませんが、お好みで加えたい方は刻んで加えてあげてください。余分な油もカットして残った身の部分を端から包丁で刻んでいきます。細切りしてそれをさらに横に切っていく感じにします。結構大きめにぶつ切りにしていますが、もっと叩いて細かくしてもらってもいいですよ。ちょっとこの作業時間がかかるので頑張ってカットしてあげてください。はい、出来上がりました。ではボウルに加えましょう。先ほど刻んだ鶏肉とあと臭み消しで生姜を小さじ1杯程度すりおろして加えます。あとお酒を大さじ1杯、それから先ほどすりおろしたれんこん、水気を絞って加えます。さっきからずっと使ってるペーパーだと破れてしまうこともあるので、ペーパー新しく取り替えて絞ってあげてください。出てきた水分は今回は加えませんが、例えば汁物に加えたり、あとはハンバーグのタレを煮絡める時にれんこんのこの絞り汁も加えてもらうと少しとろみがつきますよ。ただ冷めると色が悪くなるのでそこだけ注意してあげてください。絞ったれんこんを加えます。あと冷ました玉ねぎとパン粉代わりの黒ごまを大さじ3杯。今回はお肉がひき肉じゃなくてぶつ切りなのでこのままだとちょっとつながりが悪いので片栗粉も加えてます。あと卵を1個加えたら全体を混ぜます。均一に混ざれば OK です。今回は6個作りたいので6等分にしてください。丸めましょう。両手でパタパタとして中の空気を抜きながら丸く形を整えます。周りに片栗粉をまぶしてれんこんを貼り付けましょう。飾りのれんこんをくっつけない場合はこの工程は不要です。
形を整えたら焼いていきます。フライパンを熱して油をちょっと多めに入れます。鶏ハンバーグを並べ入れて焼きましょう。中火で焼き付けて焼き色がついたら裏返します。裏返す時にこの上のレンコンが剥がれないように注意してひっくり返してあげてください。裏側も同様に焼き付けます。両面がこんがり焼けたらもう一度裏返してあげましょう。この後でお酒を加えて蒸し煮にするんですけれども、レンコンが下になっていると蒸し煮にしている時に水分でレンコンが剥がれる可能性があるので、レンコンの面を上に向けておきます。ちょっと油を入れすぎたので余分な油をペーパーでザザッと拭き取っておきます。お酒 75cc を加えて蓋をして蒸し煮にします。やや火を弱めてもらって10分ほど鶏肉の中まで火を通していきます。火が通ったらあとはタレを絡めていきます。黒酢を大さじ2杯とお醤油を大さじ1杯加えます。お砂糖やみりんを加える場合はここで一緒に加えてください。ハンバーグの上下を返しながら全体に調味料を絡めて汁気がなくなってきたら出来上がりです。照りつやっと美味しそうに出来上がりました。器に盛ります。付け合わせはレタスとプチトマトと紫キャベツ、それから下に大葉を敷いています。レンコンハンバーグに大葉がよく合いますよ。フライパンに残ったタレをかけて出来上がりです。1人分3個のつもりだったのですが、お皿に乗らなかったので2個で盛り付けています。最後まで見てくださりありがとうございました。レンコンでむっちりもっちり、黒ごまでプチプチとあともっちりとした食感の鶏肉ぶつ切りのレンコンハンバーグです。お肉の食感もしっかりで食べ応えありますよ。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。あと過去動画でレンコンを貼り付けて周りに粉チーズをまぶしたチーズレンコンつくねもあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。